はようございます。ビエンです。私は毎月2、3回旅をしております。私は今、2泊3日の宮崎県一人旅をしております。本日2日目は朝一で人気の観光地、高千穂町を観光しました。神秘的な高千穂峡や天の安河原、隣町の五ヶ瀬町にある秘境スポットを歩いたり、絶景好きにはたまらない観光コースを楽しみました。そして高千穂観光を終え、延岡に戻る途中、日之影町にも絶景スポットをいくつか発見したので、早速観光していきます。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは日本全国旅する様子を投稿しております。ぜひこの機会にチャンネル登録お願いします。ありがとう高千穂ということで、高千穂エリアを出発して戻りながら観光していきます。でこれを右に入っていくんですね。もうすでにちょっと秘境感が出てきたね。で今の手前のところ左に入っていくと棚田の展望所もあるそうですね。周辺までやってきました。でこの郵便局入っていって、で駐車場と展望所があるのかな、これかな。よいしょよいしょよいしょ、到着。こっから歩いていくのかな。到着しました。最初にやってきたのは天正ブリッジ、天正大橋。ちゃんと自動販売機とトイレとかありますね。一応ここが展望所みたいな感じですかね。すげえ、めっちゃでかい。天正大橋はコンクリートアーチ式橋としては日本一の規模だそうです。総延長463メートル、水面からの高さは143メートルだそうです。周りの山の風景もとても素晴らしいです。今日は朝から天気も良くて本当に気分が最高です。看板にはこんなものもありました。高千穂日之影栗といい、なんと町内で約200トン生産されているそうです。竣工平成12年7月。おー、すごい。思わずぼーっと眺めてしまう壮大な景色が広がっております。到着しました。道の駅星雲橋。混んでますね。とりあえずここで道の駅切符を購入して、なんか美味しそうなものがあればちょっと買ってみようかね。暑いからアイスでもいいんだよね。続いてやってきたのは道の駅星雲橋、日之影町の218号沿いにあります。1階にはレストランや市場、2階には展望デッキがあります。すごい、2階には展望台がありました。星雲橋、すごい迫力だね。また向かいにお食事どころなんかあったんだ。なんかある。星雲橋は水面からの高さが137メートル、長さは410メートルだそうです。そして道の駅の1階はおしゃれな雰囲気になっております。新商品のバジルポテトスティックがおすすめされていました。道の駅切符ゲッチしました。からのソフトクリーム、金柑ミックスを購入しました。暑いね。5月とは思えない夏ですね。5月でこれだともう7月8月はもうどうなっちゃうんだろうね。やばい、溶けちゃったけど激うまということで、ありがとう星雲橋。いや、アイスが美味しい季節になりましたね。昨日飲んだ日向夏サイダーもめっちゃうまかったんだよな。宮崎旅行でね見かけた際には飲んでみてください。大体の道の駅には売ってるんでね。なんだっけ、道の駅津野と道の駅日向とで道の駅高千穂で道の駅星雲橋で切符購入して、もう一個延岡戻る時に道の駅あるんで、そこでもね後ほど購入しようと思います。そして次のスポットが、秘境スポットというか穴場スポットというか滝があるんですよ。こんなところにあったんだみたいな。道はそんなに細くなさそうなので向かいます。次の目的地が見えてきました。これを左に入るそうです。道細くはなさそうですね。なんか落石してるわ。でもそこそこのサイズの石が転がってたな。でこの近くになんか小学校もあんのかな。でその隣かもうちょい先かに川が
て、でそこの上流なのかな、ちょっと入っていったところに滝があるらしいです。でうねうねした道を下っていってからのまだ 1.4 キロあるんだ。いやのどかだね。なんか意外と遠く感じた。さっきの脇道から結構それてくっすね。ここじゃない？多分ここが駐車場でありましたね、滝。これはさすがに車で行けないよね。ここに止めちゃえばいいのかな。なんて読むんだろう。滝に到着で、車で行けそうな雰囲気もありますが、200メートルなんで歩いていきます。いや車で行けないね。行けんの？でもなんか車で通った後もあんだよね。すごい、めっちゃ遊歩道広いわ。帽子とタオル持ってきます。虫が怖いんでね。結構もう腕刺されてる。道が広いので、クモの巣とかは大丈夫そうですね。ただもうなんか落石とかしてんな。すごいね、こんな感じなんだ。下に川が流れてて、結構下あれですね、低い位置にあります。でもこっから滝が見えるくらい、滝はめちゃくちゃでかいです。落差何メートルなんだろう。結構ね、でかい滝ですね。てっきりなんかさ、ちょろちょろっとした滝かなと思ったら結構な高さです。すごい、なんか石が積まれてる。そして滝が見えてきました。高千穂峡とか宇の湖の滝だっけがまた違った。すごい音、滝が岩に当たる音が響き渡っております。この木もでかいね。ここだけなんかサイズ感が違うわ。急に全部でかい。すごい、橋もある。まさにこんなとこだったんだ。すごい、こんなにさ観光しやすいのに、めちゃめちゃ観光しやすいのに超神秘的。すごい。これは絶対来た方がいいですね。ということで到着しました。うわ、すごい、この滝のさ風がすごい。ここ天然クーラーが流れてきております。すごいわ。まっすぐ一直線に伸びる滝、まっすぐ落ちてるね。この幅がなんか綺麗。いやこれマジですごいな。でかすぎて入んない。でかすぎて入りきんない。いや何回見てもすごいわ。まっすぐと流れてる。このチャンネルでは様々な絶景スポットを回っております。チャンネル登録お願いします。素晴らしい絶景でした。これだから旅はやめられませんね。よいしょいということで、いや滝良かったね。ここはなかなかの穴場スポットなんじゃないですかね。ここの川沿いの雰囲気めっちゃいいわ。アクセス難易度は、ちょっと道狭いぐらいだけど、対向車来ても全然すれ違いますね。離合負荷みたいな狭さではないので、運転慣れてる人だったら全然余裕かなっていう。道はちょっと調べてから来た方がいいと思います。ナビの設定ミスるとなんか変な場所に出そうな、道が重なっているというか、多分この上に、自動車道というか高速というかでかいバイパスがあって、その下の脇道入っていって山下ってきて川沿いに出るんでっていうところですかね。道間違えちゃうと変な場所にたどり着いちゃうかもしれません。ここになんか駐車スペースあるんじゃない？どこに止めて、車通りもほぼないと思いますんでね、ちょっと一旦ここに止めてちょろっと路駐して。ここの景色がめっちゃいい。いいですね。この橋がちょっとね高い位置にあるんで、かなりね広範囲に見渡せるというか、鳥も飛んでるわ。なんか珍しい色の鳥が羽ばたいてます。映画のワンシーンみたいなレベルでめっちゃ綺麗。こんな綺麗なんだね。風もすごい。ということで次の場所に向かいます。で次のビュースポットも、1キロ行ったところにあるんで、なんかねすごい神秘的な橋があるんですけど、ビュースポットがどこか分かんないんですよね。景色がいいんですが、道はちょっと細いね。この後は、対向車もちょいちょい来ますね。もうちょっと行ったところが、ビュースポットというか見たい景色の場所なんですけど、どこに車を止めてどっから眺めればいいのかっていうのがちょっと分かんないんですよね。これ駐車場なのかな。これ駐車場っぽいぞ。なんか駐車場ではないのかな。なんか看板があるね。これか。重要文化財旧綱の瀬橋梁及び旧第五五ヶ瀬川橋梁、令和2年12月23日指定。
延岡と日之影を結んだ日之影線後高千穂鉄道の鉄道橋で、多分これの下に多分あるんですよね。あれ、これは多分違うんですよね。あとめっちゃ景色、この橋この橋から見るのかな、どっから見ればいいんだろう。あっち行けるのかな、あっちに行けるのかどうかちょっと分かんないんですけど、木が生い茂ってて見えないだけなのか、行き方がちょっと分かんないね。すごい。あ、見えました。この橋の途中から見るんだ。めっちゃすごい。これちょっとあれですね、九州の絶景30選作り直すとしたらこれランクインしますね。これすごくない？この橋と、新しい橋と、この古い神秘的な橋と、そして川、すげえ。これはすごいわ。これはちょっとね、肉眼で見た方がいいですね。ご覧の通り観光客はゼロ、車もゼロ、誰もいません。結構流れ早いんですね、こうやって見ると。素晴らしい。五ヶ瀬川の美しい景色、すごい。でここに家があるのか、すごいね。毎日朝起きてこの景色ってすごいな。うわ、これ結構すごいわ。おお、ズームしすぎちゃうとちょっとあれだけど、また一つ素晴らしい絶景を見つけてしまいました。橋の奥まで渡ってから見た方がいい感じかもしれん。いい感じですね。いやー、天気のいい日に来れてよかった。マジですごいわ。この橋の、真ん中ら辺から見るのが一番いいですかね。あそこの砂利が駐車場かどうかわかんないですけど、多分看板あるんで、あそこが駐車スペースだとは思います。今日はマジで絶景好きにはたまらん観光コースじゃないですかね。絶景マニアの観光モデルコース。いやー、めちゃくちゃいい絶景でしたね。でまたこの218号で、さっきの橋の近くをめっちゃ V 字カーブっていうか登っていくと218号に合流できますので、こっち側から延岡方面戻った方が、ずっと道広いんで無難かなと思います。いや、さっきの滝とこの橋は想像以上に良かったね。 Google マップの口コミ数はあんまりないので、かなり穴場スポットなんじゃないですかね。Google マップを結構拡大してこの辺なんかないかなみたいな感じで探したんで、名前を検索すれば出てくるとは思うんですけど、多分観光スポットで検索してもあんまり出てこないかもしれないですね。日之影観光スポットで出てくるかな。今日は本当もう絶景好き必見じゃないですか。今走ってるこの橋がさっき眺めてたでかい橋ですね。ここから延岡市でございます。日之影タウンから延岡シティに入りました。で本日最初に寄ったね、朝早くに寄った道の駅がありますので、そこで売ってれば道の駅切符購入して延岡市街に戻ります。そして道の駅北方よっちみろ屋到着、始まりの場所。多分ね、物産館があるということは切符も売ってると思うんですけど、すごい混んでる。全然違う朝と。いろいろ売ってますね。特産品とかフルーツとかいろいろ売ってそうでしたね。外にはたい焼きやりんご飴、スイーツなどが売っております。中に入るとイートインスペースもありました。お土産や惣菜も充実しております。特にチキン南蛮がうまそうでした。この芋餅というのもうまそうでしたね。想像以上に惣菜の種類が多く、クオリティも高かったです。そしてみかんが激安でした。なんと200円。道の駅切符月中したのと鶏の炭火焼き宮崎名物、これなんかね、このままレンチンしていけるらしいんで、今日夜ねホテルで夜食がてら食べようと思いますからの、ちょっと甘いもの食べたくなってしまって、メロンパン170円でサイズもちょうど良かったのでなんか買っちゃいました。なんか今年のマイブームは道の駅の切符集めになりそうです。ということでメロンパンいただきます。ちょうどいいね。メロンパンマジでたまに食うとうまい。からの宮崎育ちのレモネード売っていたんでビタミン C 摂取しておきます。うまそう。意外とカロリーも抑えめ。
いやーやっぱり旅行の時はね、結構体力使いますんで、ビタミン C を大量に摂取しておいた方がいいですね。これ寝起きの疲れ方がね結構変わるんですよ。一瞬で半分なくなった。延岡シティに戻るぜ。日本唯一干支の町北方、1丁目2丁目3丁目がね牛トラウってこと。いやーよかったね。そして九州中央道入っていきます。で一気に20キロほど進むと、この延岡市の東側、海沿いになんかでっかいね温泉施設っていうんですかね、なんかプールもあるらしいんですよ。プールはさすがに入りませんが、そこに温泉とサウナと、あるらしくて、疲労よりも感動の方が上回ってはいますが、昨日と今日の朝とサウナ入れてないので、ちょっとサウナでリフレッシュしたいと思います。いやもう最高の一日だね。でサウナでリフレッシュしてからの夜ご飯でございます。そしてだいぶ戻ってきましたからの、これ左佐伯大分方面からの、これ右で延岡出口でございます。この青いラインに沿っていけばもう満タイ。いやーあっという間の高千穂観光。いや今日良かったね。忖度抜きで、忖度別に誰に忖度するのって話だけど、普通に忖度抜きでマジで普通に良かった。今日定番スポットとかモデルコースみたいな回り方じゃなくて、普通に自分が行きたい場所と自分が見てみたい景色を優先して、自分が好きな景色だけを回るっていうルートにしたっていうのもあるんですけど、めちゃくちゃ満足度が高い。しかもね想像以上に絶景だったんでね、高千穂峡で絶景見て、宇の湖の滝行って絶景見て、でチキン南蛮カレー食べて、あれその後どこ行ったっけ。で国見ヶ丘行く前にそう天安河原で絶景見て、もう絶景好きにはたまらない一日ですねこれは。正直神社とかさ施設とか、あんまこう建物系の観光スポットは、正直あんまりなんですよ実は。場所によるんですけども、基本的に自然が作った絶景スポットみたいなが好きなので、あんまりこう人工物というか、発電所移行とか、鹿児島の曽木発電所移行みたいな、ああいうなんか異世界っぽい神秘的なスポットは好きなんですけど、基本的に滝とか、展望所とかね、そういうところが好きなんで。明日がね難しいんですよ。こっから宮崎空港まで100キロくらいあるんで、明日はね戻りながら観光していくんですけど、明日もちょっと珍しいビュースポットと、絶景スポット回って空港方面行って、せっかく宮崎市いるならあそこ行きたいなって場所と、食べたいものがあるのでそれ食べて東京に帰ろうかなって感じですかね。でこれは左折レーンやないかい。危ない。そして無事に市街地まで戻ってきました。この右斜め前に見える立派な建物が延岡市役所でございます。延岡市役所なんかでかいっていうかおしゃれじゃない？こんな綺麗なんだね。ここにも滝があるわ。めちゃめちゃ人工的な滝がある。チキン南蛮小倉ちゃんぽん、これはもうやってる？あとチキン南蛮食べるのありだな。この辺初めて運転するわ。延岡って人口何人なんだろう。結構栄えてますね。これも左折レーンか。なんか左折と直進両方行けるじゃないんだ。両方行ける車線が1個もない。もう右左真ん中しかないんだ。間違えたら終わりで、延岡だったらさ栄えてるし寿司トラあるかなと思ったんですけど、ないんですよね。この宮崎の北の方だとないんだよね。ヘルストピア延岡、ありました。なんか神田川ってなんだっけ。神田川って飲食店か。なんかめっちゃ混んでそうだぞ。ということでリフレッシュしてきます。こんなところにも神田川がありました。ちょっといつか行ってみたいですね。ということでサウナでリフレッシュしてきます。料金はなんと大人1人520円。サウナ入ってきました。いやーサウナ良かったね。めっちゃ安かったな。520円で、タオルないんで手ぶらだったんで、タオルセット込みで720円。サウナも広いんで、一番上に座れないってことはなかったのと、水風呂が 16.5 度とかで水風呂温度ちょうどよくてよかったっすね。今日はご当地チェーンの味の小倉、昨日はご当地チェーンの増本でね、
辛麺テイクアウトしたんで、今日はチキン南蛮をテイクアウトしますからの、もう1店舗テイクアウト予約しましたんで、お楽しみに。で、この右手に見える小倉のチキン南蛮って書いてあるのがここです。この井出北店予約しました。7時まで出来上がらないということで、なので、あと20分くらいあるのでスーパーで買い出ししてきます。でも今ね、サウナで整って気分がいいからもう全然待てるわ。しかもこの通りに大手チェーンいっぱいあるんで、なんか適当に暇つぶす場所はありそうですね、いっぱい。ゲオとセカンドストリートあるわ。セカンドストリートだったらだいぶ暇つぶしできるね、余裕で。ということで、このスーパーで買い出しします。丸宮せいということで、丸宮ストアで買ってきました。ありがとう丸宮で、もともとね、普通に飲み物を調達しに来たんで、買い出しに来たんですけど、刺身がね結構うまそうで、宮崎県産の刺身がいくつかまだ売っていたので、トロカツオを買ってしまいました。お寿司とチキン南蛮とトロカツオの刺身でございます。贅沢ですね。で、買い出ししていたらいい感じの時間になったので、チキン南蛮を受け取って、でお寿司を受け取ってホテルに向かいます。到着しました。小倉のチキン南蛮。よいしょよいしょよいしょい。チキン南蛮ゲットしました。なんか普通に接客良くてさ、びっくりした。なんかチェーン店であんまなんかさ、接客いいイメージなかったんですけど、なんかめっちゃ接客良かったな。よいしょ。とりあえずチキン南蛮ゲットしたんですけど、キャッシュオンリーであと数百円足んなかったら危なかったわ。次のお寿司屋さんも現金しか使えなかったら怖いので、セブンでお金下ろしてきます。ということで、現金ゲッチュしました。なんか久々に旅行先で現金を下ろしたな。現金のみのとこは意外と多かったな、今回。続いてお寿司を受け取りにやってきました。ありました、この寿司飯でございます。泊まっているホテルのすぐ近くにありました。刺身もうまそうでしたね。豪華すぎてびっくりしますよ。てるん、今日は小倉のチキン南蛮、胸ともものハーフ&ハーフと、お寿司屋さんのレタス巻きと特上握り8貫で、これで、でも意外と安かったの。これで3500円くらいで、これが1800円。意外とチキン南蛮の方が意外と思ったより値段はしましたね。これで1800円です。で、ご当地スーパーの宮崎県産トロカツオ、これがなんと3割引きだったんで300円くらいですね。この差がすごいね。300円、1800円、3500円。素晴らしいラインナップだ。一人旅だったらちょっともうね、テイクアウトでいいなっていう。一人でゆっくり食べられるのと、お店の人に気も使わないし、周りのなんかさ、喋ってる内容とか笑い声とかそういうのもさ、一人で外食してる時ってやっぱそういうの気になるじゃないですか。ただラーメン屋とか回転寿司は、当然その1種類1店舗でしか食べないんだったらお店の中で食べた方がね、雰囲気もありますからいいと思うんですけど、テイクアウトでも意外とうまいなっていう。何からちょっと味濃いもんから食べちゃうとあれなんで、一旦刺身とお寿司をちょっと食べますかね。トロカツをいただきます。うまっ。これ意外とうまいぞ。これで300円だと。これで300円は結構強いぞ。思ったよりうまい。売れ残って3割引きになってるとは思えない。うまい寿司とか刺身食いすぎて舌超えてきたんですけど、でもうまいね。トロカツおすすめだね。これなんだろう、これカワハギ、いやタイかな。多分タイですね。これいただきます。うまっ。そしてウニ、いきなりウニいっちゃいます。特上にするとあれか、ウニイクラとか入っちゃうのか。正直にウニがね、個人的にウニがねあんまり好きじゃないんで、うまいけどカツオとかアジとかの方が好きなんだよね。で、カツオとかアジは安いから特上握りとか入んないのか。で、このカツオの刺身がマジでまさかのうまい。からのレタス巻き、宮崎名物だそうです。うまい。エビとマヨネーズの相性がいいね。で、チキン南蛮、もうタルタルソースディップスタイルで、胸かももか分からんけど多分胸。ソースうまいね。これはハマチかな。シャリうまいね。多分こっちがももかな。チキン南蛮と寿司相性いいわ。
いやチキン南蛮うまいわ。鶏胸肉ともも肉のハーフ&ハーフにしたんですけど、もも一択ですね。胸だと若干パサパサなんで、噛んだ時のジューシーさがちょっと全然違う。ももがうまい。続いてうなぎ。久々にうなぎ食べるわ。そしてお寿司ラストエビでございます。ちなみにチキン南蛮はもう食べ終わっております。全部ごちそうさまです。いやー食べましたね。なんだかんだね、レタス巻き、ちょっと休憩したら全然食べれました。ということで完食してからの炭火焼きね、鶏炭火焼き買ってたんですけど、さすがにちょっともう腹いっぱいすぎるので、これは常温でいけるんですよ。常温保存でいけるので、家帰ってから食えますかね。これは普通にお土産として持って帰ろうと思います。朝ね、もうちょっと早起きできればなとは思ったんですけど、なんだかんだいい感じの一日でしたね。あっという間にもう夜の9時でございます。延岡出発であれば、朝の7時ぐらいに出て、こっち帰ってくるのが、4時半とかですかね。日帰りで全然行けますね、早起きできれば。ということで、レモン炭酸飲んで爆睡します。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございます。北海道から沖縄まで日本全国を旅行中。チャンネル登録、高評価お願いします。